今、コミポというソフトでアニメにするキャラクターを描いています。このソフト、3D キャラクターが使えて、ポーズがたくさんあるし、いろんな顔や手もあるので、自分で一から描く必要がありません。すごく重宝しています。今、顔の角度を変えたりしていますが、それぞれのコマの中に T ポーズのキャラクターを等身大で入っていて、必要なところをこの等価を使ってクロップしています。コマの中のキャラクターは自由に動かせるので、この機能を使って手の部品を選んであげて、顔もいろんな表情を選んで作れるので、それを並べるという感じです。今見ている画面の解像度は低いんですけど、これを画像ファイルとして出力すれば、かなりの高解像度で出力することができます。今回の場合には 3203×2112 ドットで出力します。これだけ 3D キャラクターを使っちゃってるので、出力には時間がかかりました。ボタンを押して待ってればいいので、今回のこれは何倍速しているので、本当はもっともっと時間がかかってます。四角のコマの中だ。全部 3D キャラクターだから時間がかかるよね。はい、出来上がりました。では、出来上がった画像ファイルを開いてみます。結構解像度が上がっています。次にクリタというソフトを使います。ここにレイヤーウィバーというスクリプトを作ってあるので、これで動かせるキャラクターに変換します。レイヤーウィバー用のテンプレートを開いて、そこに先ほど作成した画像をインポートしました。そしてテンプレートにあるマーカーに合わせて、さっきの画像を拡大縮小して位置を合わせ込みます。大きさと位置を合わせています。大きさがだいたいマークと一致するように調整ができたら、今度はこのマーカーの位置を必要な場所、関節位置とか指の先っちょとかに調整。これはハンドノブ。これは手首のところのハンドという関節。これも肘の関節。そしてこれは肩の関節。それぞれのマークには名前がついていて、特に最初からテンプレートに用意されているマーカーの名前は変更しないようにします。このマーカーを使うことで、カートゥーンアニメーター5やモホで動かせるキャラクターになります。このマウス、口のマーカーは後から追加したものです。これの中心位置がボーンを関節になってくるわけです。左肩、左肘、そして左手首を合わせています。指先も一番端っこにマークを合わせるという決まりがあります。これがトーソ。だいたい真ん中のラインに合わせていきます。T ポーズなので、まっすぐに揃えてあげないと骨が歪みます。太ももの位置はいいので、膝の位置を合わせます。マーカーは少しはみ出るくらいの大きさにします。足首に合わせて、左足首に合わせて、そして位置を合わせ込み、大きさを合わせ込みます。ここは少し大きめに調整します。そうしたら今度は足の先の関節。これはカートゥーンアニメーター5では必要なので設定しています。モホではここまでボーンを作ることはないのかもしれませんが、これは G3 からの指定なのでこういう形になっています。マークが揃ったら今度は今回の機能アップで喋れるキャラクターにすることができるようになったので口を作っていきます。私は日本人なので母音だけあればいいかなということで5個のマウス、アイウェイを作ります。5個しか作らないんですけど、カートゥーンアニメーター5では15個の口の形が必要なので勝手にこの5個を振り分けてくれます。これがあです。そしていの口を今探しています。これをいにしましょう。はい、これがいいですね。「う」ですけど
うのいいものがないので、これを後で改造しようと思います。これもコピーしてペーストして移動。で、あいうえ、これをえにします。コピーしてペーストして移動します。あいうえおですね。これをおにしましょう。ちょっとあに近いけど、おということにしておきます。ペーストして移動。これでここ、あいうえおが揃ったので、この5個を用意しておくことで喋らせることができます。今、ちょっと絵の口が小さいので、この絵の口を少し大きくします。そしたらうですね。うをちょっと書き換えます。舌を消して、そしてう。唇が尖って見えるように書き換えたいんですけど、唇を尖らせます。もっと尖らせようかな。これでいいでしょう。そしたらこれで絵としては完成なんですけど、私が作ったレイヤーウィバーは左上から右にスキャンして、少し下に下がってスキャン、横書きの本を読むような感じでスキャンしていくので、番号がバラバラになっちゃうんですよね。なのでその番号を固めて読み込みたいので、枠という機能を追加しました。それぞれの部品を枠で囲むことで、枠の中を優先して数えてくれます。T ポーズを数えた後、枠の中を順番に数えてくれるので、番号がきちっと成立する。この後、レイヤーウィバーが島と関節を組み合わせて名前をテーブルに登録するときに、組み合わせが合っているかどうかを確認することが容易になります。これでレイヤーウィーバーを実行してみます。アイランドとホールというレイヤーがなかったので、自動で作成されました。以前は自分で作っていたので、機能アップして楽になりました。レイヤーができたら、もう一回分析をかけることになります。分析。そうすると、どこで分割するかを考えて、島と関節に番号を振ってくれます。こういうふうに T ポーズを先に数えて、その後枠の部分を順番に数えてくれるので、テーブルを修正するのも簡単になりました。ちゃんと番号が触れているかを確認しています。ちゃんと順番に四角で囲ったところを優先して数えてくれています。ただし、行を追加して名前をつけていくのは大変なので、ここも自動化することにしました。これはちょっと今セーブしないで閉じてしまって、次に自動化のやり方を紹介します。今回は1枚絵として登録しているんですけど、レイヤーウィーバーはレイヤーにも対応するようにしました。グループ化すれば塗りと線を分けたりマスクをかけることもできるようにしています。今はそれぞれ手の部品、顔の部品、口の部品をレイヤー化します。これを切り取って貼り付けて、これに名前をつけます。これは右手の部品なので、部品化するときにアットマークを頭につけて R ハンドと名前をつけます。次が L ハンド。コピー&ペーストしてアットマーク L ハンドとして、次がマウス。口もアットマークマウスとします。そしてヘッド。これもコピー&ペーストしてそのレイヤーにアットマークヘッドと名前をつけます。この状態で実行すると、特に口は自動的にカートゥーンアニメーター5用に名前をつけてくれるのですごく便利になりました。5個だけ作ればカートゥーンアニメーター5に15個にしてくれるので手間いらずです。これでレイヤーウィーバーをもう一度かけてみます。
アイランドとホールが作られました。そうしたらもう一度かけます。そうするとこのアイランドとホールレイヤーを参照しながらキャラクターをパーツ分けしてくれます。アイランドとホールレイヤーはさっきの段階で切れていないところをカットする修正をかけることもできます。はい、番号が振られました。そして名前を振っていますが、前回と違いヘッド、ハンド、マウスに名前が自動で振られています。発見したのはフットとハンドとヘッドだよって出ています。テーブルを見てみると、前回はフットで終わっていたのが今回はすべて名前をつけて登録をしてくれています。特に口はちゃんとカートゥーンアニメーター5用の名前になっているので、この後の作業がすごく楽になります。これを PSD にしていきます。この分割でよければ PSD の作成ボタンを押します。保存するかどうかを聞いてくるので、ここで名前をつけて保存します。このスクリプトは日本語だけじゃなくて JSON ファイルを作ればいろんな言語に対応できます。クリタの言語設定を英語に切り替えると JSON ファイルを読み込んでくれます。立ち上げ直します。立ち上げ直すとクリタは英語になるので、レイヤーウィーバーも英語で表示されるようになります。ただし JSON ファイル、英語は作ってありますけど、その他の言語にする場合には JSON ファイルを自分で書き換える必要があります。英語になっています。アイランドとホールが作られて、ここでもう一回アナライズすると番号が振られて名前をつけてくれます。多言語対応に一応はしてあるので、日本語が不得意な人でも使いこなせます。カートゥーンアニメーター5で動かしてみましょう。キャラクター作成のファイルを開くで、ボーイ002を開きます。そうすると、カートゥーンアニメーター5の仕様に合わせて作られているキャラクターの PSD なので、そのまま読み込んでくれます。もう骨も入っているので、このまま使用することが可能です。これでレイヤーを切り替えてあげれば、いろんなフェイスが入っているので顔を切り替えることもできるし、横向きとか笑っている顔とか、いろんな顔の切り替えができます。口も5個しか作らなかったんですけど、15個振り分けてくれてます。アニメの場合にはあまり口がたくさん切り替わってもしょうがないので、5個くらいでちょうどいいかなと思います。喋らせてみましょう。A E I O U and meow. なんか喋ってる感じになりました。上出来です。アクションも載せてみましょう。ちゃんとアクションしますね。少し調整は必要ですけどね。次はモホにインポートしてみましょう。さっきのボーイ002をインポートします。そうすると PSD ファイルが読み込まれます。ここではリグウィーバーというスクリプトを使います。これは結構高機能なんですけど、今は変換して動かせるところだけを実行してみます。モーションウィーバーで BVH 形式のアクションを 3D.CSV に変換して、それを今読み込ませます。スケルトンとアクションが作成されます。それに対して今、キャラクターを貼り付けています。
レイヤーの回転で動かす場合にはここの貼り付けだけでも動き出します。ただ今回はボーンで動かしたいので先に進めます。結構時間かかります。これはちょっと複雑なことをしているので気長に待ってください。今回は何倍速です。これでスケルトンにキャラクターを貼り付けました。レイヤーを階層構造にしています。フラットで動かしてもいいんですけど、階層構造にした方がレイヤー回転で動かす場合は FK になるので動かしやすいということもあります。これでレイヤー化されているのでこのまま使うことももちろんできます。ヘッドやハンド、マウス、口もグループレイヤーになっています。これもすごく時間がかかります。今回は何倍速です。そしたらアライン0ポーズに変換した後、アクションをターゲットするとこのように動き出します。さっきスケルトンに貼り付けたキャラはこれです。リグウェーバーは何をしたいかによって途中でやめることができます。今はボーンを使いたいので最後まで進めます。このボタンを押すとボーンが作成されます。作成されました。このボーンに対してレイヤーをバインド。ここでやめることもできるんですけど、これだと骨で動かすには都合が悪いのでフラット化します。現時点ではレイヤーが階層構造になっていますが、これがフラットになります。はい、フラットになりました。これでリセットすると動き出します。私の知識不足もあってモホでグループレイヤーにアクションを流し込もうとするとうまくいかなかったのでフラットでアクションを登録しています。この段階では全てのレイヤーがレイヤーバインドされているのでレイヤーの表示非表示で顔や手、口を切り替えることができます。ですがこれをスイッチレイヤーに切り替えるのは簡単です。アットマークハンドを選択してスマートスイッチのボタンを押せばこれでスイッチレイヤーになります。同じようにしてマウスもスイッチレイヤー化します。スマートスイッチを押すとスイッチレイヤーになります。ヘッドも同様にしてスマートスイッチを押してスイッチレイヤーにします。スマートスイッチでグループとスイッチで選べるのはスカートの場合には全部表示しないといけないのでグループにした方がいいし、ヘアだと今度はグループ化してしまうと顔の後ろにバックヘアを持っていったりとかいうレイヤーソートができなくなるのでそもそもグループ化しない方がいい。これで顔がスイッチレイヤーで切り替えることができるようになりました。場合に応じてスイッチレイヤー化するかグループ化するかそのまま使うかを決めていくことになります。横顔があるのでこのダンスのアクションの場合には横向きになる場合があるんですけど、この辺かな、もう少し先、ここですね。ここで顔を横に向ければ違和感がなくなると思います。もちろんフェイスを作り込んでもいいんですけど、顔を切り替えるだけでも結構使えるアニメーションが作れると思います。ただしあくまで 2D なのでこの後レイヤーの前後の重ね順は自分で入れ替える必要があります。リグウェーバーは 3D でも処理できるのでレイヤーに貼り付けて 3D で動かすこともできますが用途は限られます。